ウォーロボッツ&オータイタンズフランベチャンネルへようこそ。いやーね、久しぶりに実写シリーズ作ってみようと作ったのだが、これだとメイク変えただけって感じだったね。では先週テスサバで鉄くずか調整の案内あったでしょう。あれね、まあこれが確定ってわけじゃないだろうがね。とはいえその見通しなんかを皆さんと共有できればと。で今回のボットにおいては耐久値が引き上げられそうだね。その代わりに攻撃面では弱体化、もしくはスピードやアビリティタイム減少って感じだ。これはつまり今後の調整方法の方向性として使えなくはないが決して使い勝手いいボットから物足りなさを感じるボットへ段階的に移行させるって感じだろうか。まあもしこうやって段階的に弱体化させるならば、もしかするとありなのかもしれないね。本当にそうならばだが、ボットの武器については E-ROX とミューリクスのように本体そのものは 80%、 代わりにドットのバフによって鉄くずかというよりもかなりマイルドな武器となる。こんな感じだね。もちろんスケジュール通りいけば6月には鉄くずとなるってことね。この辺りまでが賞味期限ってことを理解できればこれまでよりも少しはマシとなるんだろうかね。でタイタン武器だがね、いや本当にこれだけかって思うよね。新型は全く調整なしか。ということは売って売りまくるってことだ。つまり戦場はぶっ壊れで溢れ返り、課金するものとしないプレイヤーとの差が広がる。そうして6月まではそのままってことだよね。運営よ。どうせ緊急鉄くずか入るんじゃないのかしらってことでテスサバに移ろう。まずは新型ではなくちょっと気になってね。このフィルム今は一つだけなんだが、そのうち複数手に入れられるだろうし、もし4つ以上揃えたならばその火力ってどんな問題って確認してみましたが、やはり 1.62 秒か。ゲロゲロ。いやこれ射程600メートルでこの火力近接武器レベルだ。やばいねこれは。いやーまずいな。こんな火力だとだね。ぶっ壊れすぎて使えねえって武器データパッドっていくらだったかしら。100枚くらいで3つ揃うかしら。さあテスサバに移ろう。心の声は忘れて。でこのアナクソルだが鳥だよねこれ。でこのボットの説明が分かりにくいんで要約すると、離陸することでステルス発動チャージを3つ獲得する。ステルス発動は自動的、つまりイムギのように飛行し常にステルスではなくダメージ受けた時にステルスが3回発動できる。でその代わりに内蔵マシンガンを装備し、かつイムギでは軽武器スロットが重武器となり超高火力を発揮する。こんな感じだね。これうまく使えればリーコンランナーとしてさらにはマーク3でタイタンダメージバフ 50% ってのおまけ付きだ。これなら後半のバトルでも活躍できそうだね。ちなみに限定エディションのイムギでは耐久値22万だからね。現段階で5万ほど高い設定となっている。それじゃ次に新型武器だが、まずは距離による減衰があるのかってどうやらないようだ。設定火力は射程距離まで届く。では3タイプそれぞれの火力を見てみよう。まずモジュールのダメージバフは 23%。 これを前提に特性は爆発性なんだね。エキネティックではなく、そして毒性ニードル弾ドット効果を持っているようだ。これはかなりまたぶっ飛ばしてきたね。ではフルリロードショットのタイムはどうだろう。ほう 2.2 秒か。かなり瞬間的だね。でそのダメージは47000、100% に割り戻すと38200か。4つ装備だと15万のダメージを2秒で叩き出す。おやちょっとこれやばいことなってないかい。では中武器だが57600だ。4つ装備で20万超えだね。2秒でね。さらに重武器では77200、2つ装備で15万オーバーだね。いやーそれにしてもだ、ぶっ飛ばすね運営よ。もうこうなりゃなりふり構わずって感じだ。いやーコマンダー同大新型の爽快感はもうこれ一択とは言わせないよ。たくさんぶっ飛んだ武器が登場だからね。もうね 500m 射程だってどんだけの火力出すんだよってくらい。フランベでもゴッドライク取れるくらいだからねって感じだろうか。実装されるスペックはここまでじゃないと思うが、とはいえ鉄くずかスケジュールを公表してしまった以上、それまでの間はぶっ飛んだ武器が激しく飛び交い、そうして無課金プレイヤーを巻き込んだカオスな状況にするんだね。つまり重課金者が超優勢な状況を作り出し、その期間が明確に相当な期間続く。そうして
微課金者はそんなカオス状況を脱するため重課金者へと導く。完璧なストーリーだが、そううまくビジネスは進まないってとこももちろんご存知だろうが、まあいいや。これからの緊急鉄くず化の発生と新型のぶっ飛び状況、これを6月までじっくりと確認する必要ありそうだ。そうそう、このバトルなんだが、前回のハスタトゥスに変えてテトでもいいんじゃねえってやつの検証バトルです。コメントいただいた通り、今の新型ボット含めシールドブレーカーのアビリティは効くかもしれないね。とはいえテトでも決して悪くもなさそうだ。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。